頭、早く早く、後ろから鬼が迫ってきてます。お早く。もう閉めて。さあ、すぐに鬼が来ますわよ。カモーシュ、ヤタガラス隊、射撃準備ですわ。梅さん、それ私の役目なんですけど。あら、ごめんあそばせ。ならばしずくさん、さっさと命令をよこすがよろしくてよ。あ、はい。じゃあ射撃の準備を。了解ですわ。じゃあコロちゃん、シノちゃん、私は次の目的地に向かうね。次はカガリオ内に陣を構築してください。できる限り人目につくように。分かった。加賀の人たちの注目を集めればいいんだよね。そうです、それが鍵です。頼みます。了解。そういうの得意だから任せておいて。じゃあ行ってきます。気をつけて。鉄砲隊、撃ち方始め。鉄砲隊が装填するときは私たち長江の出番だよ。せーの、つけー。ついたらすぐに槍を引いて、あとは雫に任せる。鉄砲隊、撃てー。弓での攻撃も手を緩めてはいけません。矢の続く限り援護を。槍で疲れ矢が刺さり、鉛玉を食らい、それでも元気いっぱいの様子でございますな。奴ら恐怖心というものとは無縁なのか。いえ、以前にもお話ししましたが、森以下との戦いでは怯えた様子を見せておりました。それに鉄砲隊の伏兵でひるんだり、激しい反撃を受けて引いたりしていましたわ。旅力強く生命力も強いが、そこらの獣と変わりがない。私はそう推察しております。しかも需要競争とでも騙して麻薬とやらを飲ませれば簡単に鬼を量産できるときている。鬼を量産？なるほど。いえ、今は戦いに集中しましょう。当然です。ここまでケチョンケチョンにやられた以上、きっちり借りは返させていただきます。はい、わかった。余の体力はまだ回復しておらんぞ。それがしも同じく。自分もです。不甲斐ない身をお許しください。マリの親流はそんなに強くないし、乱戦には向かないから、ケンスケの役に立てないの。ごめんなの。アホ。足利衆ごときの軟弱な奇襲であのクソ鬼どもがひるむと思っているのか。それにその策は梅とヤタガラスが一度やっただろうが、二度目が通用するとは到底思えんわ。まあ上方侍は腰抜けですからな。それに数も少ない。いくら奇襲とはいえ、効果を上げるためには数と強さが必要だ。お言葉ですが、現状
兵の数を用意することが不可能な以上、致し方ないことかと存じますが。仕方ないか。小娘、貴様はもう少し頭がいいやつだと思っていたんだがな。買いかぶりだったか。どういうことでしょう。仕方ないなんてセリフは考えることをやめるために大バカ者が使う都合のいい言い訳だ。利口なやつならもっと深く考える。数が揃わなければどうすればよい。簡単なことだろうが。質で勝負すりゃよいのよ。お家流がなければ鬼と対峙するのが怖いとでも言うのか。小僧よ、とやかく言い訳を並べる前にお前がやらなければならないことを考えろ。たった一つ、いやたった一言口にするだけだ。誰かに死ねと命じることよ。貴様のやると決めていることは何だ。仲間を逃がすことだろう。しかしその手段がないならどうする。これも簡単だ。誰かが命を張って鬼を足止めすればよい。一人の命で仲間の命が助かる。将を殺すことで大を生かすんだ。それが上に立つ者の決断すべきことであり、背負うべき業だ。さあどうする。貴様が死ねと命じるのは誰だ。公方か、その腰巾着か、知恵誇りの小娘か、草の女か、お前を慕うガキか。バカが！そんな言葉はただの逃げだろうが。誰かを守りたい？誰かに無理をさせたくない？だから自分が背負う。それで貴様が死んだら残された者はどうする。お前は死んでいるから後のことに責任を持つ必要がない。だが貴様を中心に集まってきた仲間たちは皆心を迷わせることになる。お前のために尽くしてきた時間をそいつらは無駄にしちまうってことがなぜわからん。小僧、貴様のその優しさは得難いものだ。だが時と場合によっては全てを台無しにする弱さとなる。優しくあれ、だが厳しくもあれ。そして皆と共に生きていけ。公方、小僧を頼む。任せておけ。ここのしんがりはわし一人で務める。その間に引け。貴様に許してもらおうとは思っとらん。わしが勝手にするだけのことだ。口を出すな、ガキが。ちっ。まったくまどろっこしい。やれやれ、乱暴なやつだ。こうでもせんと青臭い説教がうるさくてかなわん。それが主様の良いところではないか。公方にとってはそうだろうが、今は一刻を争う。いらん口論は時間の無駄だ。優しいの、瞳子よ。おい小娘、お前も小僧と同様もっそっと精進せえや。情ではなく理と理をもって戦を操るようになれ。はい。それと小夜叉にことづてを頼む。小僧と共に達者で暮らせ。そして九郎半眼を守って死んだ弁慶のように命を賭して小僧を守ってやれ。そう伝えろ。必ずよ。瞳子、一人で戦うの？ああ、そうだ。
安吉みたいに死んじゃうの？ああ、死ぬつもりだ。わかったの。人はみんなね、いつかは死ぬの。先に行って待っててね。健介のことはマリたちに任せておいて。きっとね、健介は悲しむと思うの。でもね、マリたちがちゃんと支えるから、だから安心してなの。さすが今川の親方様よ。小僧よりもしっかりしとるわ。死を決意した人の邪魔はしちゃいけないって安吉も言ってたの。だから悲しいけどマリは瞳子の死をちゃんと背負うつもりなの。わしの命一つでこれからの日の本を背負うガキどもにビッと気合が入るなら安いものだ。小僧を頼むぞ。参上なのです。さあさあ、健介様と一緒にしんがりを。って健介様やられちゃったです。勝手に殺すな。主様は気を失っているだけじゃ。そうなんですか。よかった。よかったですけど、なんか雰囲気変なのです。何かあったです？さすが里井の鹿のガキは。森のお母さん、真剣な顔してるですね。死ぬです？おうよ、羨ましいか？羨ましいです。森のお母さん、良き死に場所を見つけられたですね。殿に頼まれておった小僧を守るため、ひいてはこの日の本の未来のために死ぬるのだ。武士としてこれほど華々しい死に場所があろうか。いや、ない。ここで死ぬることこそ武士の本懐。その死にざま、足利将軍義輝、しかと心に刻み、必ずや主様に伝えよう。感謝する。おい、本田の小娘。はい。小僧はこれからの日の本に必要なやつだ。だがこやつの存在は将来必ずや騒乱の種になろう。権力、政治、そして歴史に翻弄されていくことになると見る。その時、貴様に小僧を守る気概はあるや？あるに決まってるです。健介様は如来の化身でこの日の本に光をくれる人だって思ってるですから。たとえ死家に弓引くことになってもか？松平の小娘が抱く野望の障害になろうとも小僧を守る決意はあるや？あやな。どうだ、答えられんか？ですよ。聞こえんな。あるです。あるですよ。あやなは健介様を守ってみせるです。そんなのお母さんに言われるまでもないのです。それにうちの殿さんはきっと健介様のこと大切にしてくれるです。あやなは信じてるですから。なるほど。黒いの貴様はどうだ？あやなの言う通り、殿は律儀な方ですから、きっと健介様を大切にすることでしょう。言い切れるか？もし殿が何かしらの理由で健介様と敵対するようなことがあれば、私は私を捨てて健介様をお守りいたしましょう。死人の前で誓えるか？我が旗を無一文字に変え、私を捨てて無視となると天に、あなたの魂に誓いましょう。その覚悟しかと受け取り天に届けよう。公方よ、今川の娘よ、友どもよ、達者でな。ふむ。ブーンオナナ。およ、さあ小僧を連れて行け。加賀を抜け、越中を抜け、日の本を包む闇を抜け。かけよ、徳かけよ。かける者こそが歴史を作り上げるのだ。友どもよ、撤退するぞ。
さて。来よったな。黄泉への連れ合いとしては色気のない連中であるが、まあ仕方なかろう。ああ、わしの体を食いたくて仕方がないか。だがまだまだわしに付き合ってもらおうぞ。やあやあ、遠からん者は音に聞け。近くば寄って目にも見よ。河内源氏が棟梁、陳宿将軍八幡太郎義家が七男、陸奥七郎義高より始まり、森藩岸頼貞から続く森家棟梁、森三左衛門義成。とんぼ止まらず引っ提げて、悪の冠その背に背負い、血肉を食らって首を狩る。主がため、子がため、友がため、日の本すべての人のため。この手この足この身をかけて鬼の退治をつかまつる。喧嘩上等、てめえらの首が三途の川の渡しちんだ。かかってこいや来た来た。武士の誇りを投げ捨てて道を外したクソゲロ、わしが夜道に連れて行ってやろう。攻めの三座の槍さばき、その身で時と味わえや。おらおらおら、まだまだこんなもんじゃねえぞ。どうしたおら、もっとかかってこいや。そんな生ぬるい攻撃なんざこの三座には通用せんぞ。まだまだ雨か。のう鬼どもよ、お前らにはもうわからんだろうがな。わしにはわしの役目がある。この雨のようにわしは種がまかれた大地を潤し、次の世につなげねばならんのだ。だから鬼ども覚悟しろや。貴様らなんぞに小僧をやらせはせんのだよ。そして聞いておけよ小僧。人が生きるということは何を成したかということだ。苦も楽も怒も愛も受け止め考え乗り越えて何かを成すということだ。生も濁をも合わせのみ、人を踏みつけ人を刺し偏差の恋を受けようと歯を食いしばって前を向く。それこそがお前が生きている証となる。苦しければ泣けばよい、悲しければわめけばよい。だがそれが終われば前を向け。壁があったらぶち破れ、破れなければ回り込め。そうして再び前を向け。折れたか。だがわしはこの手で小僧らの未来をつかみ取ってやる。だから小僧、貴様は貴様で誰かの明日をつかみ取ってやれ。悩むことから逃げるなよ。痛むことから逃げるなよ。
えることをやめるなよ。悲しむことから逃げるなよ。苦しむことから逃げるなよ。歩くことをやめるなよ。泣いてもよい、わめいてもよい、うつむいてもよい、止まってもよい。だが決して目を閉じるな。現実を受け止め、歯を食いしばって前へ前へと突き進め。こそ明日に向かってこそ大きくなれ、強くなれ。小屋じゃ純粋に生き、誰に恥じることなく死んでいけ。わしはなんて幸せ者だ。工事を託して死するのだから。さらば、さらばだ、友友よ。雨が降ってきたわね。なんだか天が泣いてるみたいっすね。そうね。行くわよ、ザクロ。了解っす。追撃が止まったか。東子殿が華々しくご活躍なのでしょう。今のうちに距離を稼ぎましょう。しかしこの先は最大の難所、九頭竜川ですね。有史以来氾濫を繰り返し、九頭川との異名まである暴れ川。しかも雨が降り、今後名の通りの姿を現していくでしょう。素早く渡河しないとなりませんが。鬼どもが追いつくのが先か、渡河するのが先か、時間との戦いですな。だがここを抜ければ香川は目の前だ。やるしかなかろうな。コナミ、主様はまだ気を失っておられます。では篠、健介隊の指揮は余が引き継ごうと思うが構わんか。はい、お頼みいたします。聞け友どもよ。今我らの背を守るため森三左衛門がしんがりで奮戦しておる。貴重な時間を稼いでくれておるのだ。かの者はその命を賭して戦っておる。今めまいで荒ぶる川とてもかの者の心意気を受け止めた由良にとっては何ほどのものであろうというか。渡れ。ただひたすらに川を渡り、加賀を抜け越中を通り美濃へと帰るのだ。そして皆でかの者の魂を故郷に戻してやろうではないか。渡河を開始せよ。公方様、お先に失礼いたします。葵か。行け。ご無礼。殿さん、先に行っちゃうです。ここは公方様にお任せするつもりです。綾菜はどうしますか？綾菜はですね、森のお母さんと約束したです。だから健介様をお守りしたいと思うです。わかりました。綾菜たちはそれで構いませんよ。その身を賭して健介様をお守りなさい。はいです。かよ、後を頼みます。はっ。おい、久保、母
母の魂とかって、そりゃどういう意味だよ。母はまだ一人でしんがりやってんのか？なんで一人でやってんだよ。お前らそれでのこのこ下がってきたのかよ。そうだ。ふざけんな。母を切り捨てててめえらのクソみてえな命を長らえたってのかよ。そうだ。それでもてめえは武士かよ。ああ、てめえそれでも将軍かよ。そうだ。そんな弱っちい将軍なんじゃいらねえだろ。ああ、今ここで俺がその首跳ね飛ばしてやんな。待ちなさい小夜叉。止めんじゃねえシノ。俺はこの SF 棒をぶっ殺さないと気が済まねえんだよ。邪魔すっとてめえもぶっ殺すと。東子殿より東子殿よりことづてを預かっております。ことづて？小僧と共に達者で暮らせと。それだけか？クロウハンガーを守った弁慶のように命を賭して小僧を守ってやれと。死を覚悟した東子殿の最後のお言葉です。最後の。はい。なんだよ、なんで俺のこと放っておいて一人でさっさと死んじまうんだよ。俺は母に武功の数でまだ負けてんだよ。何勝ち逃げかましてくれてんだよ。母よ、母よ。森のやつらどうすんだよ。俺一人であいつらの面倒を見ろってんのかよ。おらんだってお坊だっていいんだよ。あんなガキどもの面倒を俺が見ろってのかよ。あいつらいつも母母っててめえのことばっか言ってるガキじゃねえかよ。あいつらどうすんだよ。勝手に産んどいてあとはほったらかしかよ。おらんやお坊だけじゃねえ。俺だってこれからどうしていきゃいいんだよ。俺はまだ何も戦い方も生き方も何も母から教えてもらってないのに。小夜叉さん、東子殿は健介様を守るためその命を賭して我らを逃がしてくださいました。そしてこうおっしゃったのです。小僧はこの日の本に必要なやつだと。小僧を守り日の本の未来を守るため死にゆくは武士の本懐であると。本懐？私も綾菜も東子殿の気持ちをしっかりと受け取りました。そして武士の本懐を遂げたいとそう誓いました。本懐？母がそう言ったのか？はい。そうか。シノ。はい。母の言葉は強かったか？鋼さえも両断できるほどに。母の魂は熱かったか？天の涙が消え去るほどに。母はかっこよかったか？古の八幡太郎をしのぐほどに。そうか。なら前を向くしかねえよな、母。よく聞けよ、森のけだものども。織田の最強一番槍は森の三座の魂継いで森の武蔵がつかまつる。今からてめえらの頭は俺だ。てめえらしっかりついてこいや。おう、森一家は俺が引き継ぐ。心配すんな。やらなければならないことをやるだけだ。
それで健介はどうした？東子殿に殴られて気を失って。健介様、ちげえよ。別に健介のせいじゃねえ。母は自分の信念に従って死んだんだ。それでいい。いや、そうじゃねえ。それがいいんじゃねえか。自分の命の使い方を自分で選んだんだ。母らしいじゃねえか。森一家は俺が引き継ぐ。母と同じ、いや母以上に最強の森一家にしてみせる。この森武蔵長吉がな。お前のことだ。きっといろいろ考えちまうだろ。それはいい。だけどその思いにとらわれないでやってくれ。あ、きっと母はな、死ぬ時まで前を向いて死んだと思う。自分ができる全力を尽くして前のめりに死んだと思う。だけどお前が母の死にとらわれちまったら母が悲しんじまうだろ。だから今は泣いていい。わめいてもいい。悲しんでもいい。でもそれが終わったら母のことは胸の奥にしまって前を向け。母が胸を張れるぐらいの立派な大将になってくれや。俺が支えてやるからよ。当たり前だ。当たり前だ。敵取ってやるぜ。うむ。構わんがあまり力は出んぞ。おそばに控えておりますわ。了解ですわ。主様、鬼が来たぞ。おうよ、森一家気張っていくぜ。全殺しだー。健介隊、ヤタガラス隊は渡河を開始しなさい。絶対に火縄と玉薬を濡らすんじゃありませんわよ。渡河開始。
地として進まぬ。この雨ですからな。まったく松平衆はさっさと渡ってしまいおって。明日を見る必要はあるが、100年後なんぞ考えても千なきのにの。それにしても小夜叉殿は大丈夫でしょうか。陶器が雨を蒸発させ、白き衣に身を包んでいるように見えるな。死に装束というわけでもあるまいが、少し心配じゃな。